とにかくお金がなくなりました。残高13円ぐらいになった気がします。はい、こんにちは、とつゆです。今日は前回の動画でそう状態の時ってどんな風になるんですかっていうようなコメントをいただきました。確かに結構うつっていうのはみんなが知ってたりとか理解してもらいやすくなってるような気がするんですよね。そう状態が双極症の結構特徴なんで、今回はそうの時にどうなっちゃうのっていうようなことをお話ししたいなって思ってます。僕自身の体験としてのあるある3つ選んできました。ということでお話ししていきます。はい、そう状態あるある1つ目、ハイパー多動モードになるです。イメージとして普通の人が100の HP で毎日過ごしてるとしたら、躁うつの人はうつの時には最大 HP が20ぐらいになって過ごしてます。で、そう状態になるとそれが例えば180とかになる。なんで普通の人の2倍近く体力があるみたいな状態なんで、それまで普通に過ごしてたやり方では体力使い切れないぐらい元気になっちゃうんですよね。脳もフル回転するんで、いろんなアイデアが思いついてやりたいことが思いつくし、行動力もあるし、ね、元気になるんだったら別にいいじゃんって思われるかもしれないですけど、肝心なのは波があるっていうことですね。僕も自分で会社始めた時はこのそう状態の力を使ってやりたいこともたくさん思いつくんで、事業のアイデアもいっぱい思いついて、それが普通に戻ったりとか鬱になった時にはそう状態の時のエネルギーのまま活動ってもうできなくなるんで、保てなくなっちゃうんですよね。たくさんしてしまった約束とか契約とか責任とか信頼関係みたいなものを維持できなくなっちゃう。なんでそう状態の元気いっぱいみたいなこと自体は悪くないんですけど、波が起こった時にそれでも波に任せたまま何の問題もなく生きていきますかっていうのが大事なポイントかなって思ってます。一番厄介なのは元気な時、そうの時を自分自身の通常状態だと思っちゃうっていうのがそううつのあるあるだと思って、社会的にも結果を出せるし、いろんな人に認めてもらえるしっていうので、これが僕の本来の力だって思っちゃって頑張ってると、この波が来た時にそれを自分で受け入れられなくなっちゃうんですよね。その落差に耐えきれなくなっちゃう。で、僕自身のセルフケアっていうことなんですけど、やりたいことが思いついたらまずは企画書を書くっていう風にしてます。これは坂口恭平さんの本でのアイデアなんで、僕のアイデアじゃないんですけど、企画書にするとね、なぜかね、大体のことは8割ぐらい満足します。不思議と想像してどんどん想像していくのが楽しくなってるんですよ。想像力みたいなものにたくさんエネルギーを使わせてあげると結構満足してくれますね。ということで、躁うつの時のあるある2つ目、見た目が大変身して別人になっちゃうです。これも結構躁うつあるあるなんじゃないかなと思うんですけど、僕の場合はだいたい 3,4 年ぐらいの周期で、その時に興味があるものっていうのがどんどん変わっていっちゃうんですよね。興味を持ってるものとかに熱中しちゃうんで、見た目とかもどんどん変わっていくんですよね。でコーヒーにハマってた時期には可愛いなと思ってコーヒーの赤色にしたいなと思って髪もコーヒーチェリーみたいな赤色にしてたりとか、意味わかんないけど見た目が変わっちゃいます。なんで昔の自分の写真とか見るとちょっと引いちゃいますよね。この見た目が突然変わっちゃうっていうことへのセルフケアとしては、人を巻き込まない範囲なら何しても OK。 その中だったらもうどんだけやってもいいと、人生楽しめた方がいいじゃないですか。その時に自分の好きなこととことん突き詰めちゃえばいいかなと思います。気にせず突き詰めちゃいましょうっていうのが2つ目の、セルフケアってことで、3つ目、買い物がやめられないです。これ結構双極症の由々しき問題で、例えばお店でたまたま見かけた指輪見て、これは今僕のためにある、これをつけると多分僕の人生も変わっちゃうなみたいな、すごく大げさに運命みたいなものを感じちゃったりとか、そういう妄想というかみたいな感覚が強まっちゃいます。なんでこれはって思っちゃうと、もうどんどん買っちゃうんですよね、物を自分でビジネスというか自分で事業とか会社をしてる時だったらどんどん投資しちゃう。今までの人生で3回ぐらいかな、完全にほとんどお金がなくなるみたいな体験をしてるんですけど、もっと制作活動に自分の興味が向き始めてた期間で、自費出版なんで印刷とかも含めて自分でお金を出して本を作ったりとか、とにかくお金がなくなりました。残高13円ぐらいになった気がします。で、なんとか友達とかに助けてもらったりとかして、そんな風に本当にゼロになるまでお金使い込んじゃいます。で、人によっては借金してまで使っちゃうっていう人も全然いるかなと思います。大学生ぐらいの時かなは僕もクレジットカードを使いすぎて払えなくなって失効しちゃいましたね。すごいたくさんお手紙が届いて大変でしたねみたいなこともやっちゃったりとかしてました。今さすがに借金するっていうことはないですけど、その危険性は大いにあるっていうのがそう状態の怖いところですね。ってことで、3つ目の僕の対処法としては、クレジットカードを作らないってことです。使えるお金があると使っ
ちゃうんですよね。とはいえ現代ではクレジットカードないと大変なので、僕の場合はデビットカード使うようにしてます。口座をいくつも持っておいて、でその口座の一つに使える分のお金だけを入れといて、でそれからデビットカードで即時引き落とされるようにするっていう。でそうすると使い込みすぎないし、使えるお金がある分にはもう思いっきり使えるってこともできちゃうんで、結構おすすめです。で2つ目はちょっと根本的なことになっちゃいますけど、逆になくなってもいいんじゃないかっていうマインドセットを育てることですね。現代社会でお金がなくなっても意外と死なないですね。僕も3回なくなって全部死ななかったし、なんやかんや周りの人が助けてくれたりとか、お金がなくなっても生きていけるなっていう風な自分の心ですねを育てていくことと、お金がなくなっても大丈夫なような生活を自分で作っていく。お金も特に相鬱の人は波がある生き方なんで、お金も波が生まれるっていうのは自然なことなのかなって思います。そういう風にお金も波に乗って生きていくっていうのでいいんじゃないかっていう風に自分で思えるようにすることですね。っていうのが相鬱の人の心地いい生き方になるんじゃないかなって僕は思ってます。それで僕も岡山に引っ越してきて生活自体を少しずつ変えてきました。はい、ということで僕の体験談としての相鬱あるあるお話ししてきました。皆さんどうですかね。私もありますっていう方とか、ここでは話されてないけどこういうことがありますっていうようなことがあればぜひ聞いてみたいです。多分相鬱の層も全然人によって色合いが違うし、起こることも全然違うと思うんで、感じ方も全然違うと思う。ぜひコメント欄とかで教えてください。僕のインスタグラム概要欄に貼ってるので、みんなの場で出せないなっていう人は DM でもいいんで、ぜひ教えてください。ということで、相鬱あるあるみたいなのは相鬱日記っていう文章で書いてるんで、よかったら概要欄の URL から読んでみてください。ということで、動画を見てくださってありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントしてくださると嬉しいです。じゃあねー。